6204チャンネルの YouTube 動画、簡単に Python で画像を加工してみよう。コラボで PIL OpenCV 入門。ご覧になりましたか？今日はこの動画についてもう少し深く見ていきたいと思います。はい。あの動画は Python での画像加工、特にその入り口としてすごく良いですよね。プログラミングは少しわかるけど画像処理って難しそうって思ってるあなたにはまさにぴったりかなと。そうですね。Google コラボラトリーを使うっていうのがまずポイント高いですよね。環境構築っていう最初のハードルがないので。ほんとそれです。難しいセットアップなしでブラウザさえあればすぐ試せる。この動画からあなたがこれなら自分でもできそうとか、なるほどこういうことかって思えるような、そういうヒントを今日は見つけていければなと。特に動画の中心になっている PIL、ピローとも言いますけど、それと OpenCV、 この2つのライブラリの使い分け、ここが結構肝かなと思うんですが。まさに動画でも丁寧に解説されてましたけど、まず対象としては Python の基本的なことは知ってるよっていう方で、これから画像処理やってみたいなっていう方ですよね。最終的には自分で簡単な画像加工ができるようになるっていうのがゴールですね。そのためのツールとして PIL と OpenCV、 そして実行環境の Google コラボが紹介されてました。コラボは本当に便利ですよね。アカウントさえあればどこからでもアクセスできるし、動画でもそのノートブックの作り方からコードの書き方、実行、あと Google ドライブとの連携まですごく分かりやすかったです。で、肝心のライブラリーですが、動画の説明をざっくりまとめると、 PIL は画像の読み込みとかリサイズ、回転、トリミング、色を変えるとか、そういう基本的な処理がすごく得意で、しかも扱いやすい。一方で OpenCV っていうのはもっと専門的な、いわゆるコンピュータービジョン的な機能が豊富なんですよね。顔検出とか物体認識とか、あと処理も早い。なるほど。じゃあ簡単な加工なら PIL、 もっと高度なことをしたければ OpenCV みたいな使い分けですかね。大枠ではそんな感じです。ただ動画でも比較されてたように、同じような処理でもちょっと考え方が違う部分があるんですよね。切り抜き、クロッピングの例がありましたね。あれは結構違いがはっきりしてました。そうなんです。 PIL だと、直感的というか、切り抜きたい四角形の左上と右下の座標を指定する。分かりやすいですよね。はい、イメージしやすいです。でも OpenCV は配列の一部を取り出すっていう、ナンパイのスライシングっていう考え方を使うんですよ。だからまず Y 座標の範囲、次に X 座標の範囲っていう順番で指定する。なるほど。それは確かにちょっと慣れが必要かもしれないですね。ナンパイを使ったことがどうかも関係しそうです。そうですね。だから OpenCV を使うときは、画像データがどういうふうに数値の配列として表現されているかを少し意識する必要があるということかもしれません。その流れで言うと、動画で触れられていた色の順番が BGR っていうのもそういう背景があるんですかね。普通は RGB なのに。まさにその通りだと思います。OpenCV は開発された経緯とかそういうのも関係してるんでしょうけど、一般的な RGB、 赤緑青じゃなくて BGR、 青緑赤の順で色が格納されてる。いやー、それは知らないとハマりそうですね。色が思ったのと違うってなりそう。結構あるあるな話だと思います。だからライブラリーごとのちょっとしたお作法みたいなものを知っておくのが大事なんですね。基本的な加工でもそういう違いがあるのは面白いな。あと動画ではぼかし処理として OpenCV の CV2.Gauss ブラーが紹介されてましたけど、これはどういう時に使うんですか？ただぼかすだけ？いや、それがですね、ダウシアンぼかしって単に画像をぼんやりさせるだけじゃなくて、結構実用的なんですよ。例えば写真に入っちゃった細かいノイズを減らすとか。ノイズ除去、なるほど。あとは画像をちょっと滑らかにして、その後の処理、例えば物体の輪郭を見つけるみたいな処理をしやすくするための全処理としてもよく使われますね。全処理ですか。奥が深いですね。動画ではそのぼかし具合を調整するパラメータの話もありましたね。カーネルサイズとか標準偏差とか。はい、カーネルサイズは奇数で指定するとか、標準偏差は0にすると自動でいい感じに計算してくれるとか、そういう具体的な使い方も解説されてました。ここもちょっと試行錯誤してみると面白い部分かなと。なるほど。加工した画像の保存方法も PIL と OpenCV でそれぞれ違う関数を使うって話でしたね。セーブと M ライト。そうですね。
で、コラブ上で加工したファイルをちゃんと自分のパソコンにダウンロードする手順までしっかりカバーされてました。全体としてこの620チャンネルの動画は Python での画像加工、その本当に最初のステップとしてすごくよくできてるなと感じました。同感です。特に難しい環境構築で挫折しがちなところをコラブで回避して、すぐに PIL と OpenCV の基本操作を試せるっていう構成がいいですよね。リサイズ、切り抜き、グレースケール化、ぼかし、保存、この一連の流れを体験できるのは大きいです。そうですね。ここを足がかりにして、じゃあ次は自分のやりたいこと、例えば持ってる写真全部に同じフィルターをかけるとか、そういう応用に進んでいくための良いスタート地点になるんじゃないでしょうか。まさにこの動画で基本を学んだあなたが次に挑戦してみたいことは何でしょうね。特定の色だけを抽出するとか、画像の中の文字を読み取るとか、今回得た知識をどう活用するか、ちょっと想像を膨らませてみるのもきっと楽しいと思いますよ。